シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は葉が大きすぎるのは生育に悪影響というテーマで大根栽培について紹介していきます。特にこれから大根を栽培する方は参考にしてください。動画の最後に質問にもお答えしていますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それでは現在の大根の状況を見ていきましょう。こちらの青首大根は9月の3日に種まきをした大根です。まだ収穫時期には少し早い状態です。大根というのは根が育っている間はこのように葉が横に広がっています。収穫時期が近づくとこの葉がすべて立ってきます。これが収穫のタイミングを表すサインになります。これは一つ覚えておいていただいた方がいいと思います。さて、本題の大根の葉の育ちすぎは良くないということなんですが、こちらを見ていただくと、この葉についてはそんなに大きく育っているわけではないと思います。ほぼ普通の状態だと思いますので、試しにこちらの大根を抜いてみて状況を確認してみたいと思います。それではこちらの大根まだ収穫には早いんですが、試しに抜いて状況を確認してみましょう。かなりよく育っています。長さ的にはもう十分な状態です。少し曲がり根になっています。これはおそらく土の中で肥料の塊に当たったのか石などに当たったのかで根の方向が曲がってしまったということだと思います。こちらを見ますとこれも少し詰まっていますのでどこかで当たっています。肌が少し荒れ気味ですのでおそらくやや肥料が多かったというような兆候が見られます。それからこちら大根の場合側根ということで小さなひげ根があります。このひげ根がまっすぐに整っていれば辛くないんですが、このようにずっと螺旋のように巻いていきます。このような大根は何かにぶつかったとかいうことでストレスがかかったので、曲がっています。このように側根の筋が曲がっているものについては大根はかなり辛いです。スーパーなどで大根を買われる場合、この側根の筋が曲がっているかまっすぐスーッと伸びているかで見極めて、煮物にするんでしたらまっすぐになっているものが美味しいです。逆に大根おろしは辛い方がいいので、このように曲がったのを選ばれたらいいかもしれません。大根が育つためには肥料も必要です。肥料不足になると根の生育が悪くなったり肥大しにくくなることがあります。せっかく大切に育てたのに、いざ収穫してみるとひょろひょろの大根に育っていたという失敗談もよく聞きます。けれど肥料は与えれば与えるほど良いというわけではありません。大根は肥料をかき集める能力の高い野菜です。そんな大根に大量の肥料を与えるといろいろな不調が起こります。現在葉が大きすぎるという方は肥料過多になっている可能性があります。それでは肥料過多の時に起こりうることについて、一つずつ解説していきます。一つ目です。根の割れ。肥料が多すぎると根が割れるという症状が出やすくなります。収穫した時に大根の根が太ってはいるんだけれども、根が割れているということがあります。これは大根が肥大していく時に肥料が効きすぎているために大根はある肥料を全てかき集めて急激に太ろうとします。その時に表面の皮が破れて割れるということが起こります。2つ目は地上部の過繁茂です。肥料の中でも特に窒素が多くなると地上部の葉が過繁茂になります。肥料過多によって地上部が大きくなりすぎると肝心の根は太らずに細いまま収穫ということになります。
また窒素過多になると病害虫の発生もしやすくなりますので、肥料過多は良いことではありません。3つ目は叉根です。大根栽培の中でよく起こるのは叉根です。本来1本の太い根がすらりと伸びますが、何らかの障害物に根が当たることによって根が複数に割れてしまいます。叉根の原因の多くは土の中の石などに根が当たった時に起こるのですが、実は肥料が原因で起こることもあるのです。根の生育先に肥料の塊などがあると、そこで根傷みが起こります。その後根が何とか修復したとしても、元のようにまっすぐ1本とはならず、複数に割れて再成長してしまいます。4つ目は食味の悪化です。肥料が多い状態で育った大根は叉根で見た目が悪くなったり、根が太らないという見た目の悪化のほかに食味が悪くなるという現象が起こります。肥料が多い状態で育つことにより繊維が硬くなり、食感が非常に悪くなります。それでは対策について説明します。このぐらい大根が大きくなってしまうと、そこから改善しようという対策は難しいです。今後の栽培に生かすことも大切ですので、そういう意味での対策についてご紹介したいと思います。これから大根を植えるとしても、寒さに強い三太郎とか紅サンタという種類になりますが、そういうものを栽培される時にはこの対策が役に立つかと思います。対策の1番目です。少し多めに大根の種をまいて密植気味で育てましょう。密植にすると肥料過多の土壌でも肥料をたくさん吸い上げてくれますので、肥料過多がいくらか軽減されることになります。対策の2番目です。天地返しをして肥料が入った土と入っていない土を入れ替えるということです。天地返しの方法というのは、まず畝部分の30センチぐらいの土を掘り上げて、それをまず左側または右側の畝そばに積み上げます。さらに30センチ掘り進んで、今度は反対側のところに土を盛り上げます。その後、最初に表層から取った土を底に戻して、そこから持ち上げた土を上にかぶせます。そうすることによって、底の方の肥料のない土が表層に来ますから、そこで大根を育てていただくと肥料過多が解消されることになります。この方法は体力は使いますが、虫の対策等にもなりますので、一度試してみていただいたらいいかと思います。それでは質問コーナーです。こちらの大根栽培の動画にコメントをいただきました。今年初めて自分で植えた青首大根の直径が2センチぐらいになっていますが、2週間近く雨が降らないので土がカチカチで、葉っぱの下の方の 1,2 枚が黄色くなっているものもあります。水やりをしてもいいでしょうかというご質問です。水やりが必要かどうかの判断については、一度大根を植えられている横の土を少し指でほじくり返して、どのぐらいの水分が含まれているか見てみるというのも方法かと思います。おそらくご質問された方はマルチをされないで土を盛り上げた畝で作られていると思うので、横の土を例えばこのような状態でしたら、指で掘ってみて水分が十分含まれているようであれば水やりは不要です。逆に、下の方でも乾いているようであれば、水やりは必要になります。このように棒状に固められる、このような状態であれば水分は十分あるんで水やりは不要です。もしくはこのような水分量計を使って、乾いているか乾いていないかということを調べる方法もあります。表面の土が乾いていても内部は十分湿っている場合があるんで、水のやりすぎにならないように注意して、進めていただいたらいいと思います。今日は葉が大きすぎるのは生育に悪影響というテーマで大根栽培についてご紹介しました。この動画が面白かった方は
チャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑ひもや3丁目菜園アドバイザーの西川がお送りしました。それではまた。家庭菜園ライフ